こんにちは、みすずです。今日は圧力鍋で作る手羽元がゴロゴロ20本入った手羽元カレーをご紹介します。飴色玉ねぎを炒めるとこだけちょっと頑張ってもらったら、あとは圧力鍋で煮込むだけ、ルーフ仕様のスパイスカレーです。材料はこちら。カレー粉の作り方は過去動画にあるので、概要欄にリンク貼っておきますね。カレールーを使いたい場合でも同じように作っていただいて、最後カレー粉加えるタイミングでカレールー加えてもらえば OK です。またホールスパイスをローリエ、カルダモン、クミンシードと3種類加えてますが、なければなしで大丈夫ですし、あるものだけでもいいですし、お好きなスパイスに変えてもらっても OK です。大人用だったら鷹の爪も加えてもらうとより味が引き締まりますよ。で、作り方です。まずは手羽元に塩を振りましょう。私はいつも買ってきた時に塩をして冷蔵庫に入れるようにしています。その場合は使う 1,2 時間前に室温に出してください。直前に塩を振る場合も全体にちょっと多めに塩を振ってもらってよく揉み込んで、こんな感じで厚手のペーパーに包んでラップかビニールに入れて室温に 1,2 時間置いておきます。鶏肉は塩が入るのに時間がかかるので早めに用意します。玉ねぎを切りましょう。玉ねぎは、大きめだったら1個か 1.5 個、ちっちゃめなので今回は2個使っています。150から 200g ぐらいの玉ねぎを使ってます。みじん切りにしましょう。にんにくもみじん切りにします。手羽元カレーは特ににんにくたっぷりが美味しいですよ。皮を剥いて芯を取って、今回は4辺3辺のつもりだったんですけど、剥いてみたら中が2つに分かれてて4つになったので4辺使用しています。みじん切りにします。生姜は5切れほど、こちらもみじん切りにしておきましょう。だいたい目で見た感じでにんにくの半分ぐらいの量加えます。スパイスを加熱します。圧力鍋をしっかりと熱して油とローリエ、クミンシード、カルダモンを加えます。あるものだけで OK です。鷹の爪加える場合はここで加えてください。弱火で加熱してクミンシードがパチパチ弾けて良い香りがしてくるまで、香りが立ったら玉ねぎを加えて火を強めます。中火にしてもらってざっと炒めます。しんなりしてきたらにんにくと生姜も加えましょう。さらに炒めていきます。玉ねぎを炒めるのは結構時間がかかるので、この間にトマトを切りましょう。トマトは洗ってヘタを取って角切りしていきます。今回は5個使用しています。1センチ厚ぐらいにスライスしてもらって、それをさらに細く切ってさらに角切りしていく感じです。芯も取りながら切っていきましょう。トマトの皮が気になる方は皮を剥いてから使用してくださいね。全部切れました。玉ねぎのお鍋に戻ります。焦げ付きそうになったらこんな感じで水を適当に分量外の水を加えてもらって、そこのちょっと茶色いこびりつきをこの水で剥がすような感じでこそげ混ぜてあげてください。火を弱くしてしまうと玉ねぎが飴色になるので時間がかかるので、ずっと中火で行っていきます。焦がさないようにだけ注意してあげてください。こんな感じでだんだん茶色くなってきました。ずっと混ぜていると中の温度が下がるので、こう放置してたまに混ぜて放置してを繰り返します。で、焦げ付きそうになったらこんな感じでお水もまた足してこびりつきをこそげながら炒めていきます。玉ねぎが茶色くなるまで。こんな感じになったらトマトを加えます。ざっと混ぜたら火を止めます。この後で加圧していくので、ここで必ず火を止めてあげてください。手羽元を加えましょう。先ほど塩を振って室温に戻した手羽元を並べ入れます。今回結構具材の量が多いので、お使いの圧力鍋の最高水位超えないように注意してあげてください。超えてしまうと圧かからなくって溢れてきたりするので注意してください。うちで使ってるお鍋だと中に線が書いてあるので、この線よりも下になるように、もしちっちゃい圧力鍋しかなかったら分量半分にするなどして減らして作ってください。お水を 200cc 加えて蓋をして加圧します。
加圧時間はお使いの圧力鍋によっても違いますが、だいたい15分ほどになります。鍋から飛び出ない程度の火加減にしてもらって加圧してください。動画で使用しているのは朝日系金属のゼロ活力鍋、全面5層のステンレス鍋で、この鍋は加圧時間がすごく短くて、手羽元だったら0分、この上の赤い重りがカチ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 って言い始めたらもう火を止めるっていう感じになります。圧力鍋によって調理時間全然違うので、取説など見てもらって手羽元の時間でやってあげてください。加圧時間が終わったら火を止めてこのまま余熱調理します。急いでいる場合は圧が下がったら蓋を開けて次の工程に行ってください。時間がある場合はしっかりと冷めるまで放置します。この鍋の場合はこのピンですね、黄色いピンが下に下がったら圧が下がってるタイミングです。蓋を開けます。お店のカレーのように滑らかにしたい場合は、まずここで一旦手羽元を取り出して中身をミキサーにかけるかハンドブレンダーで滑らかにしていきます。このままで良い場合はこの工程は飛ばしてください。スパイスも探せそうだったらローリエとかカルダモンとかですね、探して取り出しておきます。といってもね、なかなか見つからないので難しいと思うんですけれども、もし見つけれたら出しておいてください。ミキサーにかけるかハンドブレンダーを鍋に直接入れて鍋の中で滑らかにしていきます。ミキサーにかける場合は多分一度に全量は入らないので2回か3回に分けてかけてあげてください。滑らかになったら再び火をつけます。アクを取りながら温めていきましょう。カレー粉も加えます。ミキサーにかけなかった場合はこのカレー粉を加えるところからスタートしてください。あとお塩も加えて温めながらアクを取りながら煮込んでいきます。結構アクが出てくるのでこまめに取ってあげてください。アクを取ったら手羽元を戻し入れます。手羽元を戻しましょう。手羽元を戻す時も一度にポシャッと入れると飛び散るので1本ずつそっと入れてあげてください。さらに加熱していきます。蓋はせずに少し煮詰まってとろみがつくまでだいたい10分15分ほど煮込んでいきます。また加圧調理しているので手羽元が骨から結構簡単に外れちゃうんですね。なのでかき混ぜる時ちょっと注意してこの骨付きの状態を残したい場合はほぐさないように気をつけながら混ぜてあげてください。逆に骨を全部外してお肉だけにしたい方はガンガン混ぜちゃってもらって大丈夫です。少し煮詰まってきたら出来上がりです。味を見て足りなければ塩、カレー粉足してください。またクリーミーにしたい方は最後ヨーグルトもしくは生クリームを 100cc ほど加えてもらうとミルキーな仕上がりになりますよ。器に盛りましょう。手羽元たっぷりのカレーです。パセリのみじん切りを散らして生クリームを垂らします。加圧しているので骨から簡単にほぐれるぐらい柔らかくなってますよ。骨付きの旨味たっぷりの手羽元カレー、ぜひぜひお試しください。またカレー粉も作りたいよっていう方は自家製カレー粉の過去動画概要欄にリンク貼っておくのでそちらをご覧ください。最後にココナッツミルクを加えるとエスニックな感じの仕上がりになってまた違う美味しさがありますよ。お好みでどうぞ。詳しいレシピはブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。あと圧力鍋を使わない場合は土鍋とかストーブ鍋とか厚手の鍋でコトコト同じように煮込んでもらうと作ることができます。最後まで見てくださりありがとうございました。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。